はい、こんにちは。マスゲンの頑張りマスゲンの1回目の授業ということでですね、今日は展開と因数分解、たすき掛けについて話をしたいと思います。ただですね、簡単な因数分解の公式のような話は今日はしません。もう、たすき掛けという大事な考え方が身につくようにということで今日はお話をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では早速なんですけども、問題を書いてみたいと思います。それは、今からこの式を展開してみたいと思います。2x プラス1と 3x プラス4をかけて展開する。一次式と一次式をかけますので、二次式になります。これを丁寧に展開をまずしてみましょう。2x プラス1をひとまとまりと見ます。展開は分配法則という基本的な法則に沿ってやりますので、3x まずかけます。2x プラス1かけることの 3x。そしてもう一つは、この4をかけます。2x プラス1かけることの4。このようになりますね。そしてここからもう一回分配法則でばらしていきます。少し丁寧に書きますので。2x と 3x をかけますから、2×3x の2乗。プラス 1×3x になります。こちらの方からもう 2x×4 で 8x が出てきますから、このように整理してみましょう。最後に 1×4。このように展開していきます。整理すると、このようになりますね。さて、ここでなぜ展開の話をしたかというと、上から下を見れば展開なんです。では、因数分解とは何かというと、ただこの展開の考え方の順番を逆にしていってるだけなんですね。1回目の説明でも言いましたように、数学というのは発想を逆にさせるということも理解が深まる一つの発想法ですので、この見方をしてみると因数分解ができにくいという人も少しやり方が見えてくるんじゃないかと思います。さて、この横に書いた展開を少しある図式を用いて見やすくしてみましょう。2x プラス1、3x プラスの4。そうすると、この x 乗の係数の 2×3 というのは、この2とこの3をかけたものですね。ですから、この2とこの3を素直に縦にかければ、x 乗の係数が出てきます。よろしいですか？そして、この定数の4、これも1と4をかけたものです。この1と4というのは、それぞれの一次式の定数の1と4をかけたものです。つまり、この図式で言うと、この1とこの4を縦にかけたものが定数になります。じゃあ、この1次の項の係数の11というのはどうやってできたかというと、1と3、2と4をかけたものです。この図式で見ると、1と3、2と4、ちょうどたすきにかけてる状態ですね。で、横の方に
3、8で計算すると11と出てくるというこのような図式になります。展開の時には意外とこの図式を書かない時もあるんですけども、この展開の仕組みをこの図式に書いてしまうと、今からやる因数分解の仕組みが見えてくると思います。よろしいでしょうか。では、因数分解をやってみましょう。6x の2乗プラス 11x プラス4。これを因数分解しましょう。なら、今の考え方を反対に進めると思ってもらえばいいので、たすき掛けの図式を書きます。そうしますと、x 次の係数を一番左に書きます。定数項4を真ん中に書きます。そして、1次の項の係数を一番右に書きます。展開の時には、この6というのは縦に2つかけた数字が6になるんだな。従いまして、この6をかけて6になるような2つの数を見つけます。もちろん、1回目できないかもしれませんが、とりあえずやってみましょう。例えば2と3、いけるな。じゃあ次、4もかけて4になるわけですから、かけて4になる2つの数にばらしてみましょう。そうすると、4と1でいけるかな。そして、1次の項の係数11は、たすきにかけて、最後足します。ここは、かけますね。ここもかけますね。そして、たすきにかけます。12と2で、足して10、ありませんでした。こういうことはあってもいいんです。これも1回目の時言いましたね。失敗体験をしたら、それが経験となって次に向かっていきますので、もう1回やってみましょう。何度もチャレンジしてみることです。じゃあ今度は、1と4ですね。1と4にしてみましょう。そうすると、8と3で、ぴったり合いましたね。ということで、横に見ていくと、この二次式は 2x プラス1。3x プラスの4。と因数分解できるということです。なぜこのようなたすき掛けの図式を書くのかというのを、展開の話を踏まえて話をしてみました。はい。では先ほどの話を受けて練習を2台やってみましょう。まず1問目。x 以上プラス 8x プラス16。これを因数分解してみるわけですが、これをご覧になられている生徒さんによっては、これすぐ公式じゃんと思う人もいるかもしれません。ですが、公式の苦手な人は、たすき掛けで押し通すこともできます。やってみましょう。x 以上の係数1をここに書きます。定数項の16を書きます。1位の係数の8を書きます。じゃあ先ほどの説明と同じように、1はもう1と1にしか分けられません。16なんですが、たすきにかけて8になるようにしてみましょう。そしたら今回は一発で4と4かな。どうでしょう ?4 と4足して8になりますね。ということは、x プラス4と x プラス4なので、x プラス4の乗ということで、公式をもし忘れても足し掛けで対応ができます。2問目。2x 以上プラス 3x マイナス2。これも同じようにやっていきましょう。x 次の係数2。定数項の2。1
1位の項の係数の3。まず2はもう1と2しかありませんね。たすきにかけて3になるようにしたいと思います。そうすると今度はマイナス2ですから片方はマイナスになりますね。そうするとマイナス1と2。どうでしょう ?2 とマイナス2で全然合わないですね。はい、すぐに消しましょう。もう一回チャレンジです。そうすると2とマイナス1ですか ?4 とマイナス1でぴたり合います。したがって、x プラス2、2x マイナス1。このように因数分解ができます。以上で2回目の授業終わりです。皆さんも因数分解にいろいろトライしてみてください。ではまた。